皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらになります。モブボイから出ました Wear OS を搭載しました TicWatch Pro 5をご紹介したいと思います。こちらはモブボイ様の方からご提供いただいたものになります。個人的に TicWatch は初めてになるんですけども Wear OS を搭載っていうことで Google の Pixel Watch と共通している部分もあるかと思いますけども、これから開封しいろいろ見ていきたいと思います。まずは最初にスペックのご紹介、そして開封しファーストタッチという流れでお届けしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。では開封する前に主な特徴を見ていきたいと思います。まずこちらの回転クラウンということになりますが、触覚フィードバックがついているということです。そしてなんとこのディスプレイになりますが、2層式になっていまして、スマートウォッチとしてのメインのモードは AMOLED ディスプレイ、そしてもう1枚が超低電力になっていますディスプレイですね。これは非常に消費電力が低くなっていて、バッテリー持ちを良くするということになっています。そしてバッテリーになりますが、628mAh ということで、80時間のバッテリー持ちになっています。そして GPS は5種衛星測に対応しています。GPS、ガリレオ、グロナス、ベイド、QZSS ということで日本の衛星測にも対応しています。そしてさらに気圧計と高度計も入っています。このあたりも抜かりがないなと思います。また防水機能は GoATM に対応しています。50メートル防水ということですね。そしてなんと対衝撃に関しましてはミルスペックの規格になりますが、なんと 810H に対応しています。落下しただけでは壊れないようなレベルになっています。そしてこのディスプレイの表面にありますガラスになりますが、こちらはコーニング社のゴリラガラスになっていて、対指紋のカバーガラスになっているということです。こちらも非常に強固なものが搭載されています。さらにスマートウォッチになりますので、順当にヘルスケア関連、心拍数、SpO2 測定、ストレス測定、呼吸数も測定することができます。そして当然ながら睡眠モニタリングもしっかり搭載されています。さらにはワークアウトは100種類以上も対応しているということで、多くの方がやっているスポーツに全て対応しているんじゃないかなと思います。そして先ほどもお伝えしましたが、Wear OS by Google ということで、Google 近製の OS で動作しています。ちょうど Pixel Watch を思い浮かべていただくとわかると思いますが、Wear OS 対応したアプリをインストールすることができますので、このディスプレイでいろんな機能を楽しむことができるわけですね。そして個人的に嬉しいのは Google Pay に対応しています。ということで Suica とかではありませんけども、いわゆる最近では Visa Touch とかですね、そのあたりのクレジットカード等を登録することにより、ウォッチをお店のクレジットの機械にかざすことによって決済することもできるんじゃないかなと思います。そして最後に搭載されているチップになりますが、それはですね、Snapdragon W5 Plus Generation 1になっています。そして RAM は 2GB、ストレージは 32GB となっていますので、数年前のスマートフォンのスペックになっていると思います。ということで非常にスペックの高いスマートウォッチになりますが、これから開封し、そしてファーストタッチという流れでこれから進んでいきたいと思います。ちなみに今回のモデルは Android のみの対応となっているという点は一つ注意事項になっています。ですので iPhone ユーザーの方はペアリングすることができません。かっこいいですね。とてもがっちり感がありますね。そして見ていただくとわかりますが、すごい作りがいいですね。高級感がめちゃめちゃあります。作り込みがしっかりされていることがわかります。パッケージの内容はこの通りになっています。まず、ウォッチ本体、そして充電ケーブルになりますが、こちらはこういった形状の充電ケーブルが入っています。こちらは USB-A の規格になっています。そしてプロダクトセーフティーインフォメーションというカードが入っています。こちらはクイックガイドになっています。ちなみにこのように日本語にも対応しています。では、ウォッチ本体の外観を少し見ていきたいと思います。まず、個人的に特徴的だなと思ったのが、こちらの回転クラウンになっているんですけど、見た感じですね、赤いマークがついていますので、非常に視認性の高い感じがします。そしてこの上にも物理的なボタンがついていますので、すごいここの位置関係が押しやすいなと思います。そして持った感じ、非常にずっしりとしているんですけども、ケースは7000シリーズのアルミニウムが使われています。そして表面にはコーニングのゴリラガラス、対指紋カバーガラスになっていますね。そしてこちらのセンサーのとこ見ていただきますと、パッと見の印象としては非常に精度が高そうだなっていう、そしてお金かかっているなっていう感じはしますね。
でさらにバンドに関しましてはクイックリリースタイプになっていますので、簡単に取り外しができますね。ちょっとやってみたいと思いますが、はい。このようにね、簡単に外すことができます。ちなみにこちらのバンド幅は 24mm ということでね、結構特殊な幅なのかなという感じですね。多くのものは 20mm とか 22mm っていうのが一般的には多いのかなと思うんですけど、24mm は個人的には初めての幅になっています。このあたりは替えバンドを買うときにはちょっとご注意ください。でバンド自体はシリコンバンドになっていまして、非常に柔軟な感じになっています。そしてね、こちら剥がしていきたいと思いますが、はい。ということで、すごい綺麗ですね。やはりね、2層のディスプレイということで、正面をこのように反射してみますと、ちょっと変わって反射しているのがわかると思います。若干ぼやけている感じは2層式ということになっています。では、重さの方を測ってみたいと思います。こちらのスケールであれば 64g となっていますが、バンド込みの重さで 64g となっています。本体だけであれば 44.35g というスペック値になっています。ということで結構重さがあるなと思います。ということでこれから初期設定をしてファーストタッチという流れに移っていきたいと思います。ようやく初期設定が終わって使い始めることができるようになりましたが、今ね、表示していますディスプレイは2層ディスプレイのおそらく上側のものになりまして、低消費電力のモードになっているわけですね。昔よくあったゲームウォッチのようなディスプレイになっていて、ちょっと懐かしさもありますね。ということで、タッチしますと通常のスマートウォッチモードになりまして、このように綺麗に表示していますね。ということでね、動作の方をちょっと見ていきたいと思います。ファーストタッチになりますが、いいですね。指に吸い付くような動きがあります。コントロールパネルもね、上から下に引いてみますと、ぬるぬるですね。そしてサイドボタンを押してみたいと思いますが、すごくいいですね。ぬるぬるの状態ですね。そしてアプリもね、このようにたくさん入っています。そしてこのようにクラウンを回してみますと、反応も非常にいいですし、触覚フィードバックがありますので、この回している時にね、コツコツという、そうしたね、感覚も腕の方にね、伝わってきます。そしてね、こういった機能も入っています。空気圧測定ということで、これ気圧になりますけども、こんな感じでね、今1000ヘクトパスカルになっています。そして右側には高度計もついています。測定中になっていますけども、高度計出てきましたが、マイナス136メートルと今出てきてしまいましてね。おそらくこの辺りはね、屋外に1回出てしばらく運動したりするとね、正常値になるんじゃないかなと思います。ということでね、非常にヌルヌルサクサクした動きになりますが、これからね、いろいろちょっと使っていきたいと思いますが、しばらく使った上で、この後ね、後半にファーストインプレッションをお届けしたいと思います。というわけでですね、あれから少し使ってみた上でのファーストインプレッションをお届けしたいと思います。まず良かった点になりますけど、こちらのデザインが結構かっこいいなと思います。特にこのベゼル周り見ていただきますと、指でね、こうやって触ってみますとギザギザした感じのテクスチャーがついていまして、で、しかもですね、この横から見ていただいた時にアルミのこのボディになりますけども、トータルで見た時のこの質感っていうのがすごく高級感があります。ただ見た感じ、すごい凝ってるっていうデザインではないんですけど、非常に無難なね、飽きのこないデザインになってるなと思います。そしてもう一つね、この2層ディスプレイになっているんですが、この液晶を使ったこの1層目のディスプレイがデザインにいい塩梅を出しているんじゃないかなと思います。ですのでね、時間を確認したい時も腕をね、このように傾ける必要もありませんし、しかも秒数表示までされているっていうのがね、すごくいいんじゃないかなと思います。しかも常時表示ディスプレイを解除した時の通常のこのホーム画面も黒いボディに対しまして、この文字盤もすごくデザインが合ってるなと思います。そして次に良かったなと思うのは、それは動作が非常にキビキビ、そしてサクサクとヌルヌルとして非常に使い勝手がいいなと思いました。先ほどもお見せしましたが、改めてね、ちょっと見てみたいと思いますが、めちゃめちゃヌルヌルしてるんですね。そして下から上にスワイプすると通知画面になりますね。そして上から下にスワイプするとコントロールパネルということで、非常に快適にサクサクと動いてくれます。またサイドボタンを押しますとこのようにメニューが表示されましてね、触覚フィードバックを伴って画面が推移してくれます。めちゃめちゃ快適ですね。
次に良かった点になりますが、それはですね、OS が Google 金製の Wear OS を搭載しているということになります。このおかげでですね、めちゃめちゃ高機能になっています。この同じものでパッと思いつくのは Pixel Watch になりますけども、だいたいですね、私の使った感じではほぼ同等と言ってもいいような機能じゃないかなと思います。ただ使い勝手はね、こちらの方がいいのかなという気はします。一つね、特徴的になりますのは、この Google マップとスマホとの連携になります。例えば Google マップで大阪峠っていうところをね、ちょっと探してみたいと思いますが、もうすでに検索結果が出ています。車で行った場合、これぐらいかかりますよっていうのも出てますね。ではタップしてみたいと思います。ただどうなるか見てください。はい。今ね、スマホが自動的に起動してきまして、はい。ということで、TicWatch 上の Google マップで検索した結果がすぐにスマートフォンに反映されまして、自動的に起動してくるという機能がついています。これは Pixel Watch と全く同じような挙動を見せていますね。これがね、めちゃめちゃ便利だなというか未来感があるなという気はします。この辺がやっぱりね、Google 金製のウォッチとの Android スマートとの連携っていうのはすごいなと思います。その他にもメニュー構成見ていただきますと、アラームやストップウォッチ、スマートフォンを探す、タイマー、マップ、メッセージ、メディアコントロールですね。ライトをちょっとつけてみたいと思いますが、画面の表示領域はね、こんな感じになっています。ベゼルはこちらの部分になりますけど、それよりちょっとね、中に入った部分がディスプレイになっていますが、ちょっとぼやけてるっていう感じもね、ほんと Pixel Watch と似ているなと思います。そして1回押しますと、赤く防犯上にいいんじゃないかなという感じもなります。もう1回タップすると消えますね。そしてさらに計算機のアプリも入っていまして、こんな感じでね、使うことができます。はい。そして手洗いタイマーっていうのもありますし、天気や電話も当然ながらできます。Bluetooth でつながっている状態であればね、通話をすることもできます。Google のアカウントと接続しているならば、予定リストということでカレンダーから持ってきた予定をこちらに表示することもできますし、連絡先とも連携できます。さらに Google Pay もね、もちろん使うこともできます。もろもろその Google の Wear OS であれば Play Store から対応しているアプリをインストールすることもできます。このあたりは他社のメーカーよりもインストールできるアプリの数はめちゃめちゃ多いわけですので、よりねスマートフォンライクに使いたい方にとってはね TicWatch 5 Pro はめちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。そして次に良かった点になりますが、それはですね、サードパーティー製アプリと連携できるという点です。Google Fit と連携することも当然可能になっています。で、さらにね、ストラバとの連携も可能になっています。ちなみに Watch とペアリングするアプリはMobBoy Health というアプリになりまして、今回は Android 限定になっています。そしてですね、このアプリの中のプロフィールのところの下にサードパーティー認可っていうのがありまして、こちらを開いていただきますと、この Google Fit、今ね、承認済みになっていまして、連携ができています。そしてストラバになりますね。この2つ対応しているだけで結構ね、間に合うっていう方が多いんじゃないかなと思います。個人的には普段からもう Google Fit にデータを常に飛ばしている状態になりますので、TicWatch 5 Pro で得られたデータを Google Fit に連携できるというのもすごくいいなと思いました。そして次に良かった点になりますけども、ここの部分見ていただきますと、バッテリーの残りが 68% になっています。このウォッチを使い始めたのが昨日の夕方の5時になっているんですね。ですので、もうじき24時間経つところになりますけども、おそらくこのままいけば残り 65% ぐらいじゃないかなという感じになります。ということで、1日あたりだいたい 35% ぐらい、私の場合であればバッテリー消費するということになります。ちなみに使い方としましてはね、GPS を使ったウォーキングを1時間行っています。また心拍数や睡眠モニタリングなどですね、そのあたりのヘルスケア系も全部オンになっています。その上で1日 35% の消費ということで、Wear OS を使っている中ではなかなかバッテリー持ちいいんじゃないかなという気はします。正味ね、やっぱりスペック値で80時間と言われているわけですので、3日弱ぐらいはね、GPS などを使った場合でもしっかり使えるんじゃないかなという気はします。そして短い期間にはなりますが、まあ良かったなという点は、この歩数計の精度に関しての情報になります。これもね、今回調べてきましたのでお伝えしたいと思いますが、現在ね、この時間まで7927歩ということで、本日も結構歩いているんですね。そしてここをタップしますと、
このような画面が出てきまして、上にね、このようにスワイプしていきますと、室外と書いてありますけど、屋外のウォーキング。ここを見ていただきますと、1キロの直線を使って歩数がどれぐらいカウントされるのかを調べてみました。どれぐらいなのでしょうか。はい、出てきましたが、1429歩となっています。で、私個人がですね、人力カウントしまして、1歩、2歩、3歩と数えた結果は1385歩でした。ということで、歩数の差が44歩。これ、パーセンテージで言いますと、誤差が 3.2% ありました。ここ最近見てきたスマートウォッチの中では、誤差はね、一番大きかったんですけども、1キロで 3.2% の誤差っていうのは、ギリギリ許容の範囲かなという気はします。ということで、これはね、めちゃめちゃ良かったっていうわけではありませんが、まあまあ普通のレベルじゃないかなということで、一つね、含めさせていただいています。直感的にね、ここがなっていうのが一つありました。それはですね、こちらのバンドになります。このバンドがですね、24mm 幅っていうことは、先ほどもお伝えしましたけども、このバンドの素材もそうなんですけど、めちゃめちゃ柔らかすぎて、腕に装着するときに、このようにつけていきますね。そして最後にこのベルトループのとこがありますが、すごくこうグリップ感が良くて動いてくれないんですね。そしてこのように最後にね、剣先を入れるわけですが、結構ね、ベルトループ通すのが大変だなと思いました。この辺は人それぞれによるかもしれませんし、あと時期にもよるかもしれませんね。寒い冬の時期になれば、ちょっとベルトもね、この辺固めになって通しやすくなるかもしれませんし、湿気の関係もあるかもしれませんので、個人的にね、ちょうど今の時期であればこんな感じもあるよということで、一つね、気になる点としてご紹介しました。はい。というわけで今回 TicWatch 5 Pro についてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。めちゃめちゃ高機能になっていまして、この文字盤もそうなんですけど、いろんな情報が表示されていてですね、さすが Google アカウントと連携できているということで、Google アカウントの情報が様々なところに割り振ることもできます。とにかく高機能に尽きるということになりますね。ですので、Pixel Watch と悩んでいる方、こちらの TicWatch 5 Pro ありなんじゃないかなと思います。基本的な使い方としましてはですね、モブボーイヘルスっていうアプリ一択になりますので、Pixel Watch みたいに様々なアプリをインストールする必要もありませんのでね、その辺は使い勝手いいんじゃないかなと思います。ただ、先ほどお伝えしましたこのベルトですね、24mm 幅という入手が難しい幅になっているっていうのがね、ここだけね、22mm ぐらいだったらいいなというのを個人的には思いました。ということで、スマホライクなスマートウォッチということで、高機能なウォッチを求めている方にとっては、なかなかいいんじゃないかなと思います。そしてこの1層目のディスプレイ、なかなか他のスマートウォッチにはない仕様になっているのもかっこいいんじゃないかなと思います。ということで、気になった方は概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひご覧いただければと思います。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。